はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2025年4月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。さあそろそろ外も暖かい日が続くことも多く、桜も散り散るような気候になっております。春の陽気にはゲームがぴったり。Steam でも面白そうな新作がたくさん登場してくるのでチェックしてみてください。4月の Steam のイベントでは21日から倉庫版フェス、28日からウォーゲームフェス、何やらよくわからんイベントが開催される予定となっております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにコマンダークエスト。リアルタイムストラテジーっぽいデッキ構築ローグライク。プレイヤーは小さな魂の火種として目覚め、歴史的な英雄たちの体に魂を宿らせ、ファンタジー世界を舞台に司令官となって軍隊を率いて多種多様な種族との戦いに身を投じていくことになります。ゲームはデッキ構築とリアルタイムストラテジーっぽいバトルで展開。従来のデッキ構築では主人公キャラクターが戦うことがほとんどかと思いますが、本作では複数人で構成された歩兵や騎馬兵などを召喚して、ターン終了後に召喚されたユニットは自動で戦場を動き、一定時間敵と交戦を繰り広げるシステムとなっています。ユニットの召喚にはマナコストが必要となるため、プレイヤーはマップ上に生き残っている兵士などの戦況を見極めながら敵の行動パターンを分析し、ユニットの配置やカードの組み合わせを工夫して戦況を優位に進め、敵司令官の撃破を目指していくことになります。戦闘に勝利するとゴールドや食料、カードといった報酬を獲得でき、それらを活用してデッキを強化することが可能。またゲームの進行に応じて新たな司令官やユニット、さらには他の種族がアンロックされるため、プレイを重ねるごとに戦術の幅が広がっていきます。体験版も日本語で遊べ、従来のデッキ構築とシステム的には変わりませんが、召喚したキャラクターが動いて戦ってくれるのは今までと違った感じで新鮮でした。また体験版序盤で基本ユニットの歩兵や騎馬兵しか見てませんが、ゲームを進めることでドワーフやドラゴンなんかも登場するようなので、それらのユニットがどんなものなのかは気になります。ちょっと気になったのは1回の戦闘が少し長いようにも感じました。コマンダークエストは2025年4月4日リリース予定、日本語対応の作品です。ラストオブアスパート2リマスター。高い評価を得たサバイバルホラー続編のリマスタータイトル。本作は2020年に PS4 向けにリリースされ、高い評価を獲得したサバイバルホラーザ・ラストオブアスパート2のリマスター版となり、昨年2024年1月に PS5 版がリリースされています。そして続編となる本作では、シリーズの前作ザ・ラストオブアスから5年後の荒廃したアメリカを舞台に、プレイヤーは19歳に成長したエリーとなって復讐に燃える過酷な旅路を追体験していくことになります。物語は前作の旅路から5年後、エリーとジョエルはワイオミング州ジャクソンにあるコロニーで生活を送っていましたが、ある悲劇的な出来事によってエリーは復讐の炎を胸に平穏な生活を捨てシアトルへと向かうことになります。エリーは復讐心に駆られながらも愛する人々を守るために立ち上がり、物語を進める中で復讐に絡み合う人間の脆さや葛藤に直面することになります。ゲームは崩壊した都市や廃墟を巡りながら物資を集め、武器をアップグレードし生存率を高めていく探索要素と、ステルスと白熱した戦闘を組み合わせたサバイバルアクションで展開。プレイヤーは感染者や敵対する人間たちと戦いながら、限られたリソースを駆使して生き延びなければならず、草むらに隠れて敵の隙を伺ったり、背後から静かに仕留めたりと、状況に応じた戦術が求められるようです。リマスター版ではビジュアルとパフォーマンス面が大幅に向上しており、ネイティブ 4K 対応による鮮明な映像と、ロード時間の短縮でより快適なプレイ体験が可能。また新要素としてローグライク形式のサバイバルモードノーリターンが追加されており、ゲーム本編では操作できなかったキャラクターを操作してランダム化された敵との遭遇の中で戦いを繰り広げるモードの追加。加えて多くのプレイヤーから反響を呼んだギター演奏シーンをさらに楽しめるギター演奏モードも実装されています。ザ・ラストオブアスパート2リマスターは2025年4月4日リリース予定、日本語対応の作品です。サース・オブ・ミッドナイト。謎に満ちたアメリカ南部を舞台にしたアクションアドベンチャー。本作はアメリカ南部の神秘的で幻想的な世界を舞台に、主人公のヘイゼルが故郷プロスペロの大災害に見舞われたことをきっかけに、失われた絆や魂を魔法によって修復する魔法の使い手、ウィーバーとなって、家族の過去を解き明かしながら、神秘的で幻想的な南部の世界を旅していくことになります。
ゲームは三人称視点で展開。現代民話をテーマに独自の世界観で描かれた世界は、湿地帯やバイユーといったアメリカ南部特有の幻想的な風景が広がる地域で、ヘイゼルは森や沼地、朽ち果てた家などを探索していく中で、民間伝承に基づく様々な生き物と出会うこととなり、ヘイゼルは現代民話とマジックリアリズムが融合した世界観の中で、これらの存在と対話したり、時には戦ったりすることで、南部に伝わる神話や伝説を解き明かしていくことになります。ヘイゼルが操るウィービングは、繊維を編むように形作られる魔法で、敵への攻撃や移動、さらには世界の裂け目を修復する手段として活用され、そしてこの力は戦闘だけではなく、探索やパズル解決にも欠かせない要素で、プレイヤーは魔法を駆使しながら新たな道を切り開いたり、障害物を乗り越えたりすることにも使うことができ、さらにヘイゼルの成長とともに魔法は進化し、より強力で複雑な技を繰り出せるようになります。プレイヤーはヘイゼルの視点を通じて失われた過去を追体験しながらも物語を進めていく中で、彼女の内面的な成長や過去との和解を描く感動的な物語が描かれるようです。サウス・オブ・ミッドナイトは2025年4月9日リリース予定日本語対応の作品です。ロコモト。動物たちが暮らす世界で列車ライフシミュレーション。本作は動物たちが暮らすファンタジーな世界を舞台に、プレイヤーが蒸気機関車の車掌となってのどかな風景の中を列車で巡りながら個性豊かな住民たちと交流し、旅を通じて心温まる物語が描かれます。プレイヤーは乗客を目的地まで運ぶだけではなく、荷物を客室まで運んだり、飲み物を提供したり、時には落とし物を拾ったりといった細やかなサービスを行い、乗客との交流を通じて友情や絆が芽生えたり、時には頼まれ事を引き受けることでお礼をもらえたりと、コミュニケーションがゲームプレイの重要な要素となっています。ゲームは三人称視点で展開。蒸気機関車と小さな乗客車両1両からスタートし、ゲームを進めることで客車をアップグレードしたり増設したり、列車の壁紙や床の色など内装や外装も自由にカスタマイズすることが可能。また集めた素材を使って家具や装飾品をクラフトし、テーブル付きの座席を配置したり、個室を作ったり、乗客が快適に過ごせる空間を作り上げていきます。運行中はローハイミュージックを聴きながら、心地のいい雰囲気の中で車窓を流れる美しい景色を楽しめ、停車する駅では列車から降りて地域を探索することができ、住民たちと出会ったり、新たなクエストを受けたり、時には困難に直面した住民に出会うこともあり、こうした交流を重ねることで、住民たちとの関係が深まり、彼らの悩みや願いを解決に導いていきます。のんびりとした列車の旅を通じて住民たちとの絆を深めながら彼らの生活にそっと寄り添うライフシミュレーション。体験版はほんの一部未翻訳な部分もありますが問題なく遊べるレベルかと思います。ロコモトは2025年4月9日リリース予定日本語対応の作品です。プログレスオーダーズ。ギルド運営と冒険を融合させたファンタジー RPG。本作は牧場物語やルーンファクトリーシリーズを手掛けた橋本義文氏が開発プロデュースを担当し、温かみのある世界観で描かれる作品です。物語は残された手紙を見つけたことをきっかけに祖父の痕跡を求めてギルドレイオンへとやってきた主人公。ギルドに祖父の姿はなかったが情報を集めてもらうことを条件に千里眼の力を得る儀式を受けギルドで働くことになります。主人公はこの特殊な能力によって他者の目を通して物事を見聞きすることができ、冒険者たちの探索や戦闘を遠隔からサポートすることが可能になりますが、やがてその千里眼の力をきっかけに世界の存亡を揺るがす大事件に巻き込まれていくことになります。ゲームはギルド運営と冒険者の支援がメインとなり、プレイヤーはギルド補佐として鍛冶屋や道具や菜園といった施設を活用しながら冒険者たちをサポートしていくことになります。ギルドにはそれぞれ異なる職業やスキルを持つ個性豊かなパーティーが所属しており、例えば希望の義勇団はバランス型、筋肉の鉄槌は物理攻撃特化、秘術協会は魔法に優れるなど、パーティーごとの特徴を見極めながらダンジョンに派遣してクエストを成功へと導いていきます。冒険中はパーティーが自動で探索を進めますが、主人公は千里眼の力を活用して戦闘に介入し、敵の行動に合わせてコマンドを変更することで有利に戦いを進めることが可能。ただしこの介入にはコマンドコストが必要で慎重な判断が求められます。また本作では恋愛や交流要素も含まれており、ギルドでは男性3人女性3人の計6人のパートナーが存在しており、それぞれに固有のストーリーが展開。
親密度が上がることで特別なイベントやエピソードが解放されるほか、恋愛や結婚といった関係に発展することもあり、お気に入りのキャラクターとの絆を深めながらギルドを発展させていくことができます。さらにギルド運営では、菜園での作物育成や採掘、釣りといった生活要素も充実しており、これらの活動によってギルドの資金や資源を増やし、施設を拡張したり、新たな冒険者を登録したりすることができ、自由度の高いギルドライフを楽しみながら、冒険と経営の両方を満喫できるようです。ギルド運営と冒険、そして仲間たちとの絆を通じて成長を描くギルド運営ファンタジー RPG。プログレスオーダーズは2025年4月10日リリース予定日本語対応の作品です。オールインアビスイカサマさばき。ギャンブラーとしての成功を目指すポーカーバトル推理アドベンチャー。本作の舞台はギャンブルで勝つことが全ての街。1% の大富豪と 99% の貧民で構成されたこの街では、最強のギャンブラー集団魔女たちが君臨し、プレイヤーは自称希代の天才ギャンブラーでありながらダメ人間でもあるセナハ・アスナとなってポーカーでどん底から這い上がり、ギャンブラーとしての栄光を目指していくことになります。ゲームではアドベンチャーパートとテキサスホールデムを元にした1対1のポーカーバトルで展開。プレイヤーは2枚の手札と場に並ぶ5枚のコミュニティカードを使い、7枚から5枚を選んで役を作り、この役で勝負を仕掛け、相手のコインをゼロにすれば勝利となります。しかしアサーの前に立ちはだかる魔女たちは、勝負を妨害する様々なイカサマを仕掛けてくるため、巧妙なイカサマを破るには街を探索して、そのトリックの真相につながるネタを手に入れなければなりません。さらにアサーもギャンブラーとしての才能を発揮し、相手の手札を制御したり、特定の数区や数字を引き寄せたりといった多彩なスキルを駆使して戦うことが可能。これらのスキルは野良ポーカーなどで獲得できるスキルポイントを消費して習得することができ、効果的なスキルの組み合わせを構築することで勝率が大きく変わることになります。またポーカーで稼いだお金は街の高級クラブオールアウトで合流することができ、合流することでスキル使用時に消費されるアサーの運気やスキルポイントを獲得でき、遊び倒せば倒すほど幸運が訪れるというギャンブラーらしい要素も盛り込まれています。体験版も日本語で遊べ、プレイした感じはオーソドックスなアドベンチャー。街を探索して手がかりを集める中で時折ポーカー勝負を仕掛けられ、勝負に勝利することで手がかりが手に入るといった感じです。スキル能力を使ったポーカー勝負は最初のうちは楽しかったですが、慣れてくると少しちょっと面倒な感じもしましたね。オールインアビスイカサマさばきは2025年4月10日リリース予定日本語対応の作品です。ハリウッドアニマル。ハリウッドで映画スタジオ経営ストラテジー。物語の舞台は1920年代のハリウッド。プレイヤーは映画スタジオの経営者となって映画のジャンルや内容、スタッフの割り当てやスケジュールの管理、企画から劇場配給に至るまで映画制作のあらゆる工程を自分の手で手掛けていくことになります。本作はこの手のゲームには珍しく自由度の高さが特徴で、映画のジャンルや内容はプレイヤーが自由に決めることができ、用意されたカードから舞台や登場人物、出来事などを選んでオリジナル映画を作れるだけではなく、監督や俳優、スタッフなども自分でキャスティングすることが可能です。定番の大作映画でヒットを連発することや、前衛的な映画作品で受賞を狙う有名スタジオを目指しながらも、スタジオの建設や資金管理といった経営要素を楽しむことができます。また本作では社会情勢に合わせて取り扱うテーマを柔軟に調整することも重要で、戦争や社会的動乱、検閲や汚職、当局との緊張関係、刑事紛争など映画産業の暗い一面も描かれ、その中で生き残るにはあらゆる問題に対応し交渉することが重要。さらに本作の特徴となるのが違法なビジネス手法。マフィアと手を組みスタッフを脅したり、無理やり有名俳優を出演させたり、競合を避けるために映画の公開を遅らせることも可能で、法にのっとり順当に経営するのか、手を汚して飛躍的にスタジオを大きくするのか、プレイヤーの選択によって様々なストーリーが紡ぎ出される自由度の高い映画スタジオ経営ストラテジー。ハリウッドアニマルは2025年4月10日リリース予定日本語対応の作品です。コマンドスオリジンズ。第二次世界大戦を舞台にしたリアルタイムストラテジー。本作は第二次世界大戦を舞台に、プレイヤーはグリーンベレーのジャック・オハラをはじめとする6人の連合軍特殊部隊を指揮し、任務に挑むことになります。
本作ではグリーンベレーのジャック・オハラと仲間たちが出会い、他の誰もが引き受けようとしない困難な任務を遂行するため、シリーズの原点である伝説の精鋭部隊、コマンドスが誕生するまでの物語が描かれます。ゲームには10以上のミッションが用意されており、舞台は北極の氷の平原からアフリカの広大な砂漠、ヨーロッパの海岸線から東部戦線まで多岐にわたり、自由な世界を脅かしつつあるナチスの占領に抗い、戦況を一変させる極秘ミッションを達成することが目的となります。プレイヤーはそれぞれ特徴を持つ6人のキャラクターを操作し、リアルタイムで変化する戦況を判断しながら、それぞれのキャラクターが持つスキルを組み合わせて困難な任務を遂行していくことになります。ゲームプレイでは最大6人を同時に操作するコマンドスへのステルスやアクションの指示がより直感的で遊びやすくなっており、オンラインでの協力プレイにも対応。オリジナル版の魅力を現代風に再現したリアルタイムタクティカルストラテジー。コマンドスオリジンズは2025年4月10日リリース予定日本語対応の作品です。ウォーサイド。往年の名作を現代風にアレンジした戦略シミュレーション。本作は往年の戦略シミュレーションに影響を受けた作品で、美しいピクセルアートとテンポの速い戦略バトルが特徴。ゲームはオーソドックスな単性シミュレーションとなっており、プレイヤーは個性豊かな指揮官の中から1人を選び、スナイパー、メディック、追撃砲や破壊工作員をはじめとする多彩な特殊部隊を率いて戦場に挑むことになります。ゲームモードはシングルプレイのストーリーキャンペーンモードと最大4人で楽しめるローカル、オンラインマルチプレイモードが用意されており、クロスプレイにも対応。ストーリーモードには30以上のミッションが用意され、通常の戦闘に加え、護衛や救出、潜入といった特殊ミッションが展開。戦場は森林、砂漠、雪原といった環境ごとに異なる地形で構成されているほか、有毒な荒れ地や屋内での接近戦といったバリエーションも登場し、プレイヤーは地形や天候の影響を考慮しながらユニットを配置し、勝利を目指すことになります。指揮官はそれぞれ固有のパッシブスキルとバトルパワーと呼ばれる強力な能力を持ち、これを駆使することで戦況を一変させることが可能。バトルパワーは一度発動すると壊滅的な効果をもたらしますが、最大限の効果を得るには発動するタイミングが重要となります。登場するユニットは戦車や歩兵、スナイパーなどの地上部隊、戦闘機や爆撃機といった航空機、さらには潜水艦や戦艦といった海軍ユニットなど、陸海空にまたがる25種類以上が用意され、それぞれのユニットには得意不得意が存在し、相性を見極めた編成と運用が求められます。また派閥固有のユニットも存在し、選択する陣営によって戦略が大きく変わる点も本作の特徴。体験版は残念ながら日本語に対応していませんでした。ウォーサイドは2024年4月14日リリース予定日本語対応の作品です。フォーエバースカイズ。荒廃した地球を飛空船で巡るオープンワールドサバイバル。本作は2023年8月にアーリーアクセスでリリースされ、4月10日に正式リリースとなります。正式リリース後も価格は据え置きで、今のところ値上げする予定はないとのことですが、しばらくの間は大幅な割引も行わない可能性が高いみたいです。物語の舞台は約100年前に起きた生態科学災害によって崩壊した地球。一部の人類は宇宙へと逃れたが、地球の汚染によって謎の病が発症。プレイヤーは荒廃した地球に帰還した科学者となって、先遣隊として地球に降り立ったチームや、地球が崩壊するきっかけとなった原因を調査するとともに、残された人類を救うため、謎の病の治療法を探すことになります。災害によって地上は有毒な砂ぼこりに覆われ、逃れるために人々は高層ビルを建設していたが、そのビルも今や廃墟となっており、プレイヤーはハイテク飛空船を拠点に様々な地域を飛び回りながら資源や知識を収集したり、時には砂ぼこりの下である地表付近に降り調査することになります。また飛空船は拠点や移動手段としてだけではなく、様々な機械を設置して新たなツールの開発や技術研究も行えるため、探索と製造における重要な要素となっています。ゲームは一人称視点で展開し、人類文明が残したアイテムや機材をスキャンして失われたテクノロジーを研究調査することで、食料や資源を入手する方法や新たなアイテムを作り出し、この星で生き抜いていく術を見つけ出していきます。バージョン 1.0 となるこの正式リリースアップデートでは、ストーリーの最終部分の追加、世界の自動生成の見直し、新エリアやツールの追加などが実装予定とされています。正式リリース後も継続してコンテンツを追加していくとのこと。フォーエバースカイズは2025年4月14日正式リリース予定、非常に好評な日本語対応の作品です。
ナイトイズカミング。ダークファンタジー世界を舞台にしたサバイバルシティビルダー。物語の舞台はスラブ神話と北欧文化が持つ神秘的な雰囲気に影響を受けた世界。プレイヤーは入植地の管理者となって人々の生活を支え、住居の建設や資源の採掘、クラフトを行いながら入植地を発展させていき、そして夜の訪れとともにやってくる神話上の怪物の襲撃に備え、防衛施設の構築や強力な武器防具の準備を進めていくことになります。物語的には様々なロケーションを開拓していく中で、最終的には世界を救うことになるといったスケールの大きそうな作品。各開拓民は独自の特性やアビリティ、ニーズ、スキルレベルを持ち、それらを活用して効率的に入植地を運営することが重要で、さらにプレイヤーは新たな土地を探索し、発見することで入植地を拡大し、より強力な魔物と対峙していくことになります。また街を襲う脅威は神話上の怪物だけではなく、気温の低下、吹雪などの環境の脅威など多岐にわたる要素を考慮しながら世界を覆い尽くそうとする闇の根源に立ち向かっていくサバイバルシティビルダー。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ナイトイズカミングは2025年4月14日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。フライトカタストロフィー。危険管理スペシャリストとして航空機内で活躍するシミュレーション。本作は危機管理スペシャリストとなったプレイヤーが離陸している航空機という閉ざされた空間で予測不能なトラブルから乗客や乗員の命を守るため、限られた時間内で迅速かつ的確な判断を下し対処していくことになります。ゲームの舞台はリアルに再現された旅客機内で展開。危険はどこで発生するかわからないため、デッキやエンジン、貨物室など航空機の隅々までを熟知する必要があり、緊急事態が発生した際には時間との戦いがプレイヤーを待ち受けています。機内で発生する問題はエンジンの故障や火災、テロ行為、さらには乗客の健康問題など多岐にわたるトラブルが次々と発生し、エンジンが故障した場合は素早く修理を行い、火災が起きた際には消火器で対応し、医療トラブルが発生した場合には応急処置を施し、パニックに陥った乗客たちを落ち着かせるために冷静なコミュニケーションを図ることも重要となります。プレイヤーの判断が遅れると状況は悪化し、乗客や乗員の命が危険にさらされる可能性がありますが、失敗しても再挑戦が可能で、その経験から学び、より良い結果を目指すことができます。フライトカタストロフィーは2025年4月3日リリース予定、日本語未対応の作品です。オッドベンチャー。おとぎ話の世界を舞台にしながらもダークなひねりを加えたレトロ風 RPG。本作は名作マザーを思わせる 2D ドットのゲームデザインと、グリム兄弟の童話にダークなひねりを加えた独特な雰囲気で描かれる世界観を舞台に、プレイヤーは皮肉屋で反抗的な10代の少女、チャーリーとなって、おとぎ話の世界、ルクシア王国で行方不明の弟、ボンズを探す物語が描かれます。しかしその道のりは決して楽なものではなく、奇妙な住民が暮らすルクシア王国を巡りながらも、チャーリーは様々な選択を迫られることとなり、その選択次第で彼女の運命だけではなく、王国全体の未来が変わるマルチエンディングな RPG。ゲームはレトロなピクセルアートをベースにしながらも、手書きのような温かみを感じさせるスタイルはマザーを思わせ、可愛らしいキャラクターたちや、ユーモラスで個性的な敵デザインは、全体的にコミカルな雰囲気を持ちながらも、その裏に潜むダークな世界観が描かれるようです。戦闘はオーソドックスなコマンド入力式の単性バトルで展開しますが、本作では戦闘中に敵の気分を変化させることができ、場合によっては敵をおだてて穏便に撤退させることもできますし、逆に挑発して泣かせてしまうこともできるなど、誰も知らなくてもいい RPG というコンセプトのもと、戦うだけではなく、言葉や態度で状況をコントロールするという独特な戦闘システムが特徴。物語はプレイヤーの選択によって変化するマルチエンディングシステムとなっており、冒険を通してチャーリーの過去の秘密や彼女自身の真実に迫る中で、彼女が本当に望んでいるものは何なのか、そして彼女の運命をどう切り開いていくのかはプレイヤー次第。心の中の深い闇を描きながらも、どこか希望を感じさせるこの旅は、単なる冒険以上のものを感じさせるものとなっていそうです。オッドベンチャーは2025年4月4日リリース予定、日本語未対応の作品です。Into the Dead Our Darkest Days。ゾンビアポカリプスを生き抜く横スクロールシェルターサバイバル。本作は1980年代のアメリカ、テキサス州の架空の街、ウォルトンシティを舞台に、突如発生したゾンビアウトブレイクによって崩壊した街で生き延び、脱出を目指すことになります。
ゲームは見た感じ戦時下を生き抜く戦争サバイバル、ディス・オブ・マインのような印象。プレイヤーは生存者グループを導き、ゾンビから身を守るためシェルターを確保し、必要な物資を調達しながら街を探索し、生存者グループからの要求を満たし、グループ内での秩序を管理していく要素もあります。街はゾンビの群れで溢れているため、探索はステルスプレイが基本。このあたりもディス・オブ・マインっぽいですね。そして探索を進めていく中では他の生存者と出会うこともあり、彼らとのコミュニケーションも重要な要素で、彼らと直接的な衝突を避けながらも生き延びるため、集めた資源を使って武器やツールをクラフトし生存者に装備させ、より多くの選択肢を手に入れ生存を目指していきます。また物資の探索を進める中では、ゾンビ化したかつての家族や友人との遭遇など、プレイヤーを人間的な角度から難しい選択に迫るイベントなども用意されているようです。体験版はそんな感じ、想像していたよりもディス・オブ・マインに近かったです。探索ではステルスコードやギミックをうまく使えば、最小限の武器の消費でそのロケーションにある物資を全て持ち帰ることもできそうな感じで、もしかするとゾンビを倒さなくても全て回収できるかもしれません。そして本作では一つの拠点を強化していくのではなく、拠点を移動していくシステムとなっており、移動していく拠点ごとに新しい施設があったりしますが、探索は拠点周辺しかできないので、必要な資材だけを確保しながらマップを進めていくことになるようです。結構仲間キャラも多そうですが、食料事情なんかもあるので、自分のプレイスタイルに合った仲間を厳選する必要もありそうです。Into the Dead Our Darkest Days は2025年4月10日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は2025年4月上旬にリリース予定されている面白そうな作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？今回はね、直前で延期になった作品が多く、いつもより少し紹介数が少なかったですが、注目作はザ・ラストオブアスパート2リマスターでしょうかね。個人的には Into the Dead を買う予定でしたが、数日前に日本語対応が外れてしまったのでちょっと悩みますね。あと今回シミュレーション系が多かったので全部気になります。ナイトイズカミング、ハリウッドアニマル、コマンドスもいいですね。ロコモトも結構ね、ありで、体験版遊んでほんわりしてて癒されましたね。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。